こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はニトリの最新収納アイデア29連発をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず最初にご紹介するのは最近発売されたばかりの整理ボックス奥行き伸縮シリーズです。サイズ展開は浅めのサイズの幅10センチタイプと幅15センチタイプ、そして深めのサイズの幅25センチタイプと幅28センチタイプ。さらに今回はたまたま行ったお店で在庫切れで購入できませんでしたが、ちょうど間のサイズの幅20センチタイプの計5種類が展開されています。こちらは折りたたみ式のボックスで、パッケージにはこのようなパーツが2つ入っていて、側面のパーツを2箇所ずつそれぞれはめ込んで組み立てて、出来上がったパーツを組み合わせると伸縮式のケースが出来上がります。伸縮させると幅10センチタイプと15センチタイプはそれぞれ奥行きが最大50センチ、幅25センチタイプは最大49センチ、幅28センチタイプは最大50センチとかなり大きく伸ばせます。そのため、引き出しや棚の奥行きに合わせてぴったり合わせられるのが便利なポイントです。こちらは幅15センチタイプを食品ストック収納に使ってみたところです。長さのあるパスタやパスタソースを収納したり、レトルトの食品もたっぷり収納できそうでした。続いてこちらは幅10センチタイプに缶詰を収納してみたところです。コーンやフルーツなどの缶詰がラベルが見えるようにぴったり収納できました。奥行きも缶詰のサイズや個数に合わせてぴったり収まるように調節できます。先ほどの15センチ幅のサイズと組み合わせて、食器棚の引き出しを仕切りながらストックを収納することもできます。続いてこちらは幅10センチタイプに調味料を収納したところです。扉式のシンク下やコンロ下収納で使えそうな収納方法で、調味料の数やボトルの大きさに合わせて調節できます。ケースの底に少し段差があるため、1リットルサイズのボトルは若干傾いてしまう点はご注意ください。こちらは幅28センチのタイプのボックスにお菓子のストックを収納してみたところです。28センチタイプはかなり大容量なので、お菓子がたっぷり収納できました。いただき物などでストックが増えた時も奥行きを伸ばせば収納できます。こちらは幅10センチタイプに洗剤のボトル類を収納したところです。スプレータイプのボトルも少し斜めにすれば収まりました。シンク下などに洗剤類を収納したい時も奥まで取り出しやすく収納できます。続いてこちらは幅25センチのタイプに詰め替え用のストックを収納してみたところです。シャンプーやボディーソープなどの詰め替えパックや洗剤の大容量パックなどもたっぷり収納できました。続いてこちらは幅15センチタイプに救急用品を収納してみたところです。浅めのケースなので背が低めの薬の瓶なども取り出しやすく収納できるほか、飲み薬や湿布の箱などもたっぷり収まりました。また処方薬が急に増えてしまった時なども奥行きを調節すれば溢れずに収められます。リビング横の収納棚に救急用品を収納したいときに便利です。こちらは幅25センチタイプにティッシュ類のストックを収納してみたところです。ボックスティッシュを寝かせた状態でもぴったり収納できるほか、ウェットシートは立てても高さぴったりに収まりました。ストックが増えたときは奥行きを調節すれば、手持ちの量に合わせてぴったり収納できます。そしてこちらは幅28センチタイプにトイレットペーパーを収納してみたところです。幅は2倍巻きタイプのトイレットペーパーでも余裕を持って2列分収まりました。高さは2段に重ねると少し上にはみ出る大きさでした。量が増えた時は奥行きを調節すれば、縦に4列分まで置けるため最大16ロールまで収納できます。続いてはこちらの衣類布団収納バッグです。今回はこちらの M サイズを使って検証していきますが、一回り大きい L サイズも展開されています。
こちらのバッグは側面に2箇所中身が見える透明の窓がついていて、防虫剤を入れるためのポケットも左右に2箇所ついています。また真ん中にある仕切りをこのように立てて、両端にある仕切りを留めるためのパーツを取り出して、マジックテープで留めれば仕切りが固定できます。さらに仕切りを固定した状態で裏返して、裏側にあるファスナーを開けると2つに分かれるようになっているため、このように重ねれば奥行きが狭い場所でも使えるように変形できます。さらに持ち手は平らな状態でも持てる位置に2箇所、重ねた状態で持てる位置に2箇所ついていて、重ねた状態でバッグのように持ち運べるようにもなっています。こちらは実際に掛け布団や毛布を収納してみたところです。シングルサイズの掛け布団と毛布がぴったり収まりました。押し入れだけでなく、ベッドやソファー下などのデッドスペースにも収納できます。こちらはオフシーズン服の収納に使ってみたところです。厚みのある冬物のパーカーやニットなども4列分たっぷり収納できました。先ほどご紹介したように裏側のファスナーを開けて、こんな風に重ねたら、一般的なサイズのクローゼットの枕棚にもちょうどよく収まりました。続いては洗面所収納で人気のクランネシリーズから新たに登場したこちらのスリムサイズです。幅が 7.5 センチと奥行きが浅めの洗面台の鏡裏収納にも使えるスリムサイズで、こちらの通常タイプとコンパクトタイプの2種類が展開されています。通常タイプは奥行きが20センチから最大 33.4 センチまで、コンパクトタイプは奥行き10センチから最大16センチまで調節できるようになっていて、通常サイズには2枚、コンパクトサイズには1枚仕切りも付属しています。ケースの内側にはこういった溝がついているため、そこに仕切りをはめ込むとケースの中を使いやすく仕切ることができます。こちらは通常サイズにメイク道具を収納してみたところです。アイシャドウやチークなどのコンパクトを立てて収納したり、ファンデーションのチューブやリップなども数に合わせて立てられます。また、仕切りの幅を狭めに調節すれば、ブラシやマスカラなどの細長いメイク道具のスタンドとしても活用できます。こちらはコンパクトサイズをスキンケア用品の収納に使ってみたところです。化粧水や乳液のボトルのサイズに合わせて調節できるほか、日焼け止めやチューブ入りの塗り薬なども立てて収納できました。また、飲み物のストックの収納にも実はぴったりのサイズ。紅茶や日本茶のティーバッグもちょうどよく収納できるほか、スティックタイプのコーヒーも2列分ぴったり収まりました。ストックの量が減ってきたら奥行きを調節すればストレスなく立てられるほか、逆にストックが増えた場合も奥行きや仕切りの位置を調節すればそれぞれの量に合わせて収納できます。食器棚の引き出しなどにこんな風に飲み物コーナーを作りたい時にも便利な収納方法です。さらにこんな風に文具の収納としても活用できます。コンパクトサイズにはペンやハサミなどを立てて収納したり、スティックのりやホチキスなども文具のサイズに合わせて収納できます。さらにセロテープやガムテープなどもこんな風に立てて収納できました。リビングの引き出しに文具を立てて収納したい方には便利です。続いてはこちらの引き出し整理ボックスです。サイズ展開は幅 8.5 センチの S サイズ、幅17センチの M サイズ、幅 22.5 センチの L サイズがあるほか、仕切りで8マスに仕切られたタイプも展開されています。こちらは使わないときはこんな風にコンパクトに折りたためるようになっていますが、付属されているこちらの底板をこんな風に底のポケットに差し込めばシャキッと綺麗な形に組み立てられます。こちらは L サイズに冬物のトップスを収納してみたところです。冬物のニットが4枚程度収納できました。こちらは M サイズに半袖の T シャツを収納してみたところです。薄手の T シャツであれば 7,8 枚程度収納できそうでした。こちらは S サイズに靴下やインナーを収納してみたところです。靴下を立てて収納したり、ヒートテックなどの薄いインナーも丸めて立てて収納できました。
こちらは S サイズに冬物のタイツや小物を収納してみたところです。厚めのタイツも丸めて収納できたほか、冬用のルームソックスや手袋もちょうどよく収まりました。こちらは押し入れサイズの奥行きの衣装ケースを仕切って収納してみたところですが、ケースで前後に分けておくと手前と奥を入れ替えるだけで衣替えが済むので便利です。また、衣類だけでなくタオルの収納にも活用できます。こちらは L サイズにバスタオルを収納したところですが、少し厚手のバスタオルが4枚ほど収納できました。また、こちらは M サイズをフェイスタオルの収納に使ってみたところです。フェイスタオルは6枚ほどぴったり収納できました。洗面所の収納棚やリネン庫にタオルを収納したい時にも活用できます。続いてはこちらの仕切りにもなる N インボックスです。サイズ展開は S サイズと M サイズの2種類があり、角が丸いソフト N インボックス用のタイプも S サイズと M サイズの2種類それぞれ展開されています。こちらのケースはニトリの N インボックスの横ハーフサイズを仕切ることができて、M サイズは縦に2分割。S サイズはさらにその半分に仕切れるサイズになっています。ちなみに S サイズは N インボックスのクォーターサイズを半分に仕切ることもできます。なお、それぞれのケースの側面には1箇所持ち手もついているので、仕切りとしてだけではなく単体でも収納ケースとして使えます。こちらはプラレールのおもちゃの収納に使ってみたところです。M サイズには長いレールや息のパーツを収納。ケースで仕切った余りのスペースには短いレールが収納できました。そして S サイズには電車を収納するとお子さんにも遊びやすくなります。こちらは裁縫道具の収納に使ってみたところです。S サイズには針や糸切りバサミを収納したり、M サイズには生地の端切れなどを収納。間のスペースにはゴムやホックなどの細かいパーツ類が収納できました。そしてこちらは電池やガジェット類の収納に使ってみたところです。S サイズのケースには電池を立ててわかりやすく収納。反対のスペースにはケーブルやモバイルバッテリー、マウスなどが収納できました。続いてはこちらの伸縮できる野菜冷凍庫トレイです。サイズ展開はワイドサイズとスリムサイズの2種類。いずれも奥行きが最小20センチから最大 32.7 センチまで調節できて、冷蔵庫のサイズに合わせて伸縮できます。こちらは実際に冷凍食品の収納に使ってみたところです。ワイドサイズはかさばる麺類の冷凍食品などもたっぷり収納。スリムサイズはお弁当の材料などの細々した冷凍食品の収納にちょうどいい大きさ。在庫の量が少なくなったらこんな風に奥行きを縮めて収納できます。冷凍庫の中をすっきり仕切って収納したい方に便利です。そしてこちらは野菜の収納に使ってみたところです。ワイドサイズは大きめの野菜もたっぷり収納できます。スリムサイズは細長い野菜などを残りの量が減っても倒れないように収納できます。そして最後はこちらの伸縮式冷蔵庫冷凍庫仕切り板です。199円とプチプラ価格で購入できるこちらの商品は、幅が 12.9 センチから 23.6 センチまで伸縮できて、高さ10センチ以上、厚みが6ミリ以下のケースに対応しています。こちらは先ほどご紹介した伸縮できる野菜冷凍庫トレイのワイドサイズにぴったりの大きさ。スリムサイズは幅が狭くて取り付けることができませんが、こんな風にケースとケースの間に取り付けて冷蔵庫の中を仕切ることもできます。ちなみに同じニトリでは N インボックスのクォーターサイズやソフト N インボックスのクォーターサイズにも取り付けられました。またニトリ以外では無印良品の幅15センチのファイルボックスや100円ショップのケースもサイズによっては取り付けられました。こちらは野菜冷凍庫トレイワイドサイズと組み合わせて冷凍食品の仕切りに使ってみたところです。お肉やお魚を冷凍したものを立てて収納したり、開封済みの冷凍食品の余りを立てて収納したい時にも便利です。こちらは無印良品のファイルボックスワイドサイズと組み合わせて、
ラップやジッパーバッグ類を収納してみたところです。ラップやホイル類が倒れないように仕切ったり、ジッパーバッグや保存袋を種類ごとに立てて収納することもできて便利です。そしてこちらはお弁当グッズの収納に使ってみたところです。お弁当用のお箸やカトラリーが倒れないように仕切って収納したり、お弁当箱や水筒もサイズに合わせて立てて収納できました。いかがでしたか？気になったアイテムがあった方はぜひチェックしてみてください。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。